もしも今の少しだけ素直なのかなって。ご主人。はい、皆さんこんにちは。ラペラのなぎさです。アニメで日本語トレーニング。今日は世界の終わりに柴犬と、このアニメを見て日本語を勉強しましょう。今日はなぎさのアシスタントに柴犬のあきちゃんを連れてきました。あきちゃんよろしくお願いします。おう、みんな楽しく日本語勉強しようね。それでは今日のアニメです。タイトルは世界の終わりに柴犬と。女子高生のご主人と柴犬の春が旅をしています。難しい言葉は画面の上に英語の訳が出ますので、こちらを見てください。女子高生のご主人、柴犬の春の飼い主です。春はご主人と呼んでいます。ご主人の声優は内田真礼さん、そして春の声優は田村睦美さん。どちらも有名な人気声優ですよね。それでは今日のキャラクターです。柴犬の春、そして女子高生のご主人。今日の場面は世界が終わった後の世界で旅をしているご主人と春の会話です。世界が終わった後の世界は、人間は女子高生のご主人ただ一人、そしてその他は犬ばかりなんです。こんな世界でこの二人は旅をしています。それでは今日の単語です。この単語の画面はスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりしてください。それでは私の後に発音しましょう。以前、素直な、引きこもり、体質、余計な、常に、求愛、リア充、ちやほやする、やりとり。それでは次はフレーズです。こちらの画面もスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりしてください。それでは私の後に発音しましょう。引きこもり体質が治る。余計なことを言う。余計なことをする。超新星爆発しろ。引きこもり体質が治るというのは、引きこもりをやめて外に出るようになるということです。超新星爆発しろはこのままの意味ではなく、アニメの中では別の意味で使われています。消えろというような意味ですね。もちろん冗談です。それではアニメを見ていきましょう。まず1回目です。目標は大体のストーリーがわかることです。見た後で質問に答えましょう。ご主人は世界が終わる前と今の世界とどっちがいいですか？という質問です。あきちゃんもしっかり考えてね。わかった。次の質問は、春はどっちがいいですか？という質問です。どっちって何が？今の世界と以前の世界とどっちがいいですか？という意味ですね。わかった。それではアニメを見てください。どうぞ。ねえご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？どうして？こんなにも星が綺麗なのに。そうですか。でも思うんだ。もしも今戻れたら少しだけ素直に生きられるのかなって。
ご主人。今のやりとりはいい感じだったでしょ。どこが素直なんですか。もう次は僕の番ですからね。ハルさんは今と以前の世界どっちが好き？もちろん今です。ずっとご主人と旅ができるのですから。それにご主人の引きこもり体質も治りましたし。余計なこと。確かに今の世界では近所の犬たちから常に求愛されることも、通りかかる人ほぼ全員からチヤホヤされることもないですが、それでも僕は今の方が好きです。お前リア充だったのか。超新星爆発しろ。はい、皆さんどうでしたか？それでは目標の大体のストーリーがわかる。見た後で質問に答えましょう。まず一つ目の質問。ご主人は世界が終わる前と今の世界とどっちがいいですか？あきちゃんどっちがいいかな？ご主人はね、今の世界の方がいい。はい、正解です。今の世界です。それでは二つ目の質問。二つ目の質問は、春はどっちがいいですか？という質問でした。あきちゃんどっちだった？もちろん今の世界です。はい、そうですね。今の世界が正解です。それでは次は2回目のアニメを見ましょう。目標はターゲット文法を聞いてわかることです。ターゲット文法って何？はい、ターゲット文法とは今日勉強する文法のことです。字幕に穴が3つあります。何と言っていましたか？気をつけて聞きましょう。今日のターゲット文法ってどんな文法？はい。まずは可能形。可能形というのは動詞の形の種類です。日本語の動詞はいろんな形に変化します。そのうちの一つが可能形です。英語では possible form、potential form、2つの言い方がありますが、ここでは possible form に統一します。そして可能動詞、possible verb。この2つを勉強していきます。わかった。じゃあ、見よう。はい、それでは2回目をどうぞ見てください。ねえご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？どうして？こんなにも星が綺麗なのに。そうですか。でも思うんだ。もしも今戻れたら少しだけ素直に生きられるのかなって。ご主人。今のやりとりはいい感じだったでしょ。どこが素直なんですか？もう次は僕の番ですからね。ハルさんは今と以前の世界どっちが好き？もちろん今です。ずっとご主人と旅ができるのですから。それにご主人の引きこもり体質も治りましたし。余計なこと。確かに今の世界では近所の犬たちから常に求愛されることも、通りかかる人ほぼ全員からチヤホヤされることもないですが、それでも僕は今の方が好きです。お前リア充だったのか。超新星爆発しろ。はい、皆さんどうでしたか？目標のターゲット文法を聞いてわかる。皆さん、わかりましたか？字幕に穴が3つあります。何と言っていましたか？まず1つ目、可能形。あきちゃんできたかな？わかったよ、俺。3つともわかった。はい。それでは、可能形はここです。もしも今戻れたら少しだけ素直に生きられるのかなって。戻れたら生きられる。この部分が可能形になっています。あれわかった。次。はい。それでは3つ目を見ていきましょう。3つ目は可能動詞です。ずっとご主人と旅ができるのですから、できるというのが可能動詞です。これわかった。はい。皆さんはどうでしたか？それでは次は可能形の作り方を勉強しましょう。日本語の動詞には3つの種類があります。まず、1グループから見ていきましょう。1グループは verb です。辞書形を
ベースに考えます。ルールは辞書形最後のうの音をえの音に変えてるをつけます。戻るだったらるの部分をれに変えてるをつけます。そして戻れるとなります。あきちゃん OK？ わかった。次は2グループです。2グループも辞書形をベースに考えます。辞書形の最後のうの音を消してられるをつけます。生きるだったらるを消してられるをつけます。そして生きられるとなります。OK。簡単だね。ルートってられるね。はい、そうです。では、3グループ、イレギュラーバーブを見ていきましょう。イレギュラーバーブは、来るが来られるになって、するはできるという動詞に変わります。動詞が変わっちゃうの？可能形にはならないってこと？はい、そうです。するは可能形にはなりません。できるという動詞に変わります。別の動詞ですね。そしてこのできるは2グループになるので注意してください。OK。わかった。それでは次は可能形の練習をしましょう。はい。それではここからは可能形の練習です。今度は皆さんがルールを見ながら可能形を作ってみましょう。はい。じゃあ、あきちゃんもやってみてね。わかった。それではまず、奪う1グループを見ていきましょう。辞書形最後のうの音をえに変えてるでしたね。じゃあ、終わるは終われる。はい、正解です。はい。じゃあ次、思える。はい、そうですね。引きこもる。引きこもれる。はい、正解。で、戻るは、戻れるですね。もう覚えた。じゃあ次、2グループ。ルバーブ。はい。じゃあ2グループルバーブを見ていきましょう。最後のうを消してられる。だから生きられるでしょ？寝るは寝られる。はい、そうですね。そして、イレギュラーバーブ。来るする。覚えてるかな？来るは、来られる。するはできる。あれ？可能形じゃないの？はい。できるというのは可能形、フォームではなく別の動詞なんですね。できるという可能動詞。これは別の動詞になります。そうなんだ。できるは2グループになりますので、これも注意してくださいね。わかった。じゃあ、可能形と可能動詞って何が違うの？はい。じゃあ、それについては次を見ていきましょう。それでは次は可能形と可能動詞について見ていきましょう。まず可能形にならない動詞というのがあるんです。このような動詞です。そうなんだ。1グループのところにある無意詞動詞って何？はい。無意詞動詞とは自然に起こる状態。例えば雨が降る、晴れるなどです。これは人が意思を持って何かをするというわけではありませんよね。自然に変化していく状態。例えば病気が治る、疲れるなども無意詞動詞になります。そうなんだ。で、次は？はい、次は可能動詞です。さっきできるという動詞を勉強しましたよね。この動詞はすでに可能の意味が含まれています。
ですので、わざわざ可能形、フォームをチェンジする必要はないということなんですね。そうなんだ。他には、わかる、景色が見える、聞こえる、このような動詞も可能動詞と言います。そうなんだ。はい。景色が見える、聞こえるというのも、自然に見える、そして自然に聞こえるというような、意味にもなりますよね。そして、できるは2グループになりますので、こちらも注意してくださいね。わかった。ここでちょっと休憩です。じゃあ、あきちゃんちょっと休憩行ってきて。わかった。それではコーヒーブレイクです。ちょっと休憩をしましょう。なぎさのペットの話です。チンチラのしじみたんです。前の動画でもちょっと紹介しました。しじみたんは紐をカジカジするのが大好きなんですね。はい、ちょっと目を離すととにかくいたずらします。そしてテーブルの下はお気に入りの場所です。いつもはケージの中にいるんですが、このようにケージの外、お部屋の中を散歩して遊んでいます。これをヘヤンポと呼んでいます。はい、ヘヤンポが大好きなしじみたんです。はい。ペットというのは動物ですけど、家族と一緒ですね。はい。ただいま、コーヒー飲んできた。はい。お帰りなさい。ね、俺はペット？あきちゃんはペットじゃなくて、今日はね、アシスタントだね。後でアルバイト代払うから。本当？バイト代もらえるの？やったー！よし、頑張ろう。はい。では、続きを見ていきましょう。はい。それでは、可能形について詳しく勉強しましょう。春は来ました。ご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？どうして？こんなにも星が綺麗なのに。と、ご主人は答えます。これは、こんなにも星が綺麗な世界から、以前の世界、前の世界には戻りたくない。そのような意味にも取れますね。そしてこう言いました。でも、もしも今戻れたら、少しだけ素直に生きられるのかなって。戻れた、生きられる。ここが可能形になっていますね。それでは次を見ていきましょう。ご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？という春の質問に、このように答えました。もしも今戻れたら、元々のプレインフォーム、辞書形は戻る。これが可能形、戻れるに変わります。そして戻れるが条件形に変化して、戻れたらに変化しています。もしも何々たらというのは仮定条件です。今の世界から昔の世界に戻ることはできません。でも、もしも戻れたら、少しだけ素直に生きられるのかなって、ご主人は言いました。生きられるは可能形。元々の形は生きる。これがプレインフォーム、辞書形です。それでは仮定条件についてもっと詳しく見ていきましょう。もしも何々たら。もしも今戻れたら。今の世界から昔に戻ることはできませんよね。でももしも今戻れたら、少しだけ素直に生きられるのかなって。少しだけ素直に生きられるかもしれないと思いますという意味です。これは以前の世界では素直に生きられなかったご主人の気持ちを表しています。じゃあ
ご主人は以前の世界では素直じゃなかった。それを後悔してる？そういうことになりますかね。あ、しじみたん。なるほど。今の世界なら素直に生きられているってことだよね。そうね。そうとも理解できますね。そして、今度はご主人が春に聞いています。今と以前の世界、どっちが好き？春は答えます。もちろん今です。ずっとご主人と旅ができるのですから。旅をするというのが元々のプレインフォーム。これが可能形、旅ができるに変わりました。そしてここで大事なこと。可能形に変わるとき、助詞をはがに変わります。例えば、日本語を話す。日本語が話せる。をがに変わっていますね。そして、可能動詞も同じルールです。日本語をわかるではなく、日本語がわかる。音が聞こえる。いい景色が見える。これも助詞がになっています。とっても大事なことだね。はい。それでは、ここからはやってみよう。仮定条件、もしも、何々たらと可能形を使って、あなたのことを話してみよう。ということで、皆さんも考えてみてください。もしも今、10年前、100年前、もっと昔に戻れたら、何々のかなって。アニメのフレーズを使って皆さんのことを話してみてください。コメントの方にいいアイデアが出てきたら入れてくださいね。じゃあ、あきちゃんもやってみようか。わかった。考えるよ。あ、しじみたん。しじみたんもやってみたんだ。よし、俺も頑張るぞ。はい。何かいいアイデアが出てきましたかね。もしも今、10年前に戻れたら、おじいちゃん、おばあちゃんに会えたのかなって。なるほどね。そうだね。しじみたんは今2歳だからね。10年前なら、おじいちゃん、おばあちゃん、会えたかもしれませんね。もう一つできた。もしも今、昔に戻れたら、昔話が本当かどうかわかるのかなって。なるほどね。そうだね。昔に戻れたら、自分でそれを見ることができる。そして聞くこともできるかもしれませんね。本当かどうかわかるかもしれませんね。どう？あきちゃん、できそう？俺ギブアップ。ちょっとみんな、コメント欄にみんなの作ったやつ書いて教えて、俺にも。はい。じゃあ、あきちゃんギブアップしたから、次行きましょう。3回目を見ていきましょう。3回目の目標は、1回目よりもよくわかることです。日本語の字幕があります。それでは、見てみてください。俺も全部覚えたから、可能形、可能動詞。いっぱい覚えたから、絶対1回目よりもよくわかるよ。はい。それでは皆さんどうぞ。ねえご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？どうして？こんなにも星が綺麗なのに。そうですか。でも思うんだ。もしも今戻れたら少しだけ素直に生きられるのかなって。ご主人、どう？今のやりとりはいい感じだったでしょ？どこが素直なんですか？もう次は僕の番ですからね。はるさんは今と以前の世界どっちが好き？もちろん今です。ずっとご主人と旅ができるのですから。それにご主人の引きこもり体質も治りましたし。余計なこと。
確かに今の世界では近所の犬たちから常に求愛されることも、通りかかる人ほぼ全員からチヤホヤされることもないですが、それでも僕は今の方が好きです。お前リア充だったのか。超新星爆発しろ。はい、皆さん、どうでしたか？俺わかった。もうバッチリだよ。はい。もっとチャレンジしたい人は、アフレコをしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習します。もっとチャレンジしたい人は、このアニメを探してみよう。いろんなエピソードがたくさんあります。ぜひ見てみてください。俺もっと見るよ。で、もっともっと日本語勉強するんだ。はい。ということで、今日はアシスタントのあきちゃん、いっぱい勉強しましたね。そして、いっぱい助けてくれてありがとうございます。また読んでね。アルバイト代、しっかりもらってっからね。はい、わかりました。はい。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。また見てくださいね。新しい動画や同じレベルの動画、こちらの方で紹介しています。ぜひ見てください。それではまた会いましょう。さよなら。バイバイ。